0と9は無、起源と完成、極の乗感原理を示し、99は極限、100は成就と誕生の転換点を象徴する。日本の天皇即位儀礼における近隣99回の響きや、創世記においてアブラハムが99歳で契約を受け、100歳で子を得る構造は、この原理を体現するものである。アブラハムは99歳で割礼を受け、100歳でイサクを授かった。割礼、ユダヤ教における契約の印は、単なる身体的処置ではなく、神と人との関係を刻印する霊的儀礼である。創世記第17章において、神はすべての男子が生後8日目に割礼を受けるべきことを命じた。この8日目は象徴的に極めて重要である。なぜなら、7が創造の完成、天地創造の7日間を示すのに対し、8はその循環を超えた新たな次元、すなわち再生と超越の始まりを意味するからである。したがって割礼とは、完成された肉体7を超え、霊的契約8へと移行する通過儀礼と解釈される。この構造はイスラム教においても保持され、タハーラ、頂上の一環として身体と魂の浄化を意味する行為とされている。また新明記には、心の包皮を取り除けという表現があり、これは外的儀礼を超えて内面的覚醒や霊的刷新を示唆する重要な比喩である。この7から8への転換という原理は、日本神話にも見出される。スサノオノミコトがヤマタのオロチを討つ神話は、分裂、混沌の象徴を鎮め、統合と秩序の新段階へと進む構造を持つ。また、八坂神社の八坂という名称も、8イコール再生と坂イコール境界転換の重なりとして理解すれば、古い状態から新しい段階への上昇過程を象徴する場と捉えられる。さらに数だき象徴の観点から見るならば、99は極限的完成、100は次元転換を意味し、これは有限から無限への跳躍とも言える。故にアブラハムの物語は単なる歴史的記述ではなく、人間存在が肉的有限性を超え、霊的存在へと再創造される過程を象徴的に示したものである。割礼とはその刻印であり、人が天と地を結ぶ存在として新たに生まれる通過点なのである。高根和則氏著書、剣山と88箇所の結びでは、このようなことが記されています。空海が四国に88箇所の霊所の中に、10箇所の一番霊所から10番霊所の名が、数字1から10までの数に根本原理が置かれていると記されている。一番霊所、峰三寺、目は霊、0。一番霊所でありながら、霊山寺と命名している点に注目する必要があり、1の数には物の始めの意を有し、あえて霊の寺名を写したには理由が存在していると考察するのが理である。空海が霊を用い、始めと終わりの一致を言葉と数の上で示したのも、50音図のあ行から和行に至る儒行と、あから運に至るロ、アロンの杖であるで、0、9から9までが数の根源と空海が明示し、9番霊所の寺名を法輪と命名し、数の基準が0から9までで、これを私たちは九九掛け算と学んできました。この99を九九または菊里姫とも呼び、白山神社、白髪神社の祭神としていますが、もっと身近でこの法則を、お前100まで、わしゃ99まで、共に白髪の生えるまで。お前は本来、妻が夫を敬って呼ぶ言葉。わし、わしゃは
妻自身を指す語。ここには夫が100歳、妻が99歳まで共に生きるという願いが込められている。99、熊手、熊手。100、白、ほうき、ほうき。一般的におじいさんが熊手を持ち、おばあさんがほうきを持っています。これには夫婦の役割分担と幸せを維持するための深い意味が込められています。おじいさんの持つ熊手には服をかき集める、おばあさんの持つほうきには邪気を払うという悪魔を払い、呪福を抱くという意味があります。この暗号は99の熊手、熊手はあ行からら行のロまで99熊手までを表す。なので東京浅草の大鳥神社で行われる鳥の市で熊手が授与されるのも運をかき集める象徴としての継承である。99は白でもある。あからはあわ、あわまでの道が淡路。それがアロン、アロンの杖を表す。始まりの9に終わりの9、一致している。故に、九九と伝う数字は、0に始まり、0に還元す。0から9まで、また 9×9 は81。99は18でもある。くぶくりは99、99であるので、大元は、項は白王と書く。100の字から1を取ったのが白で、99の数を表す。99は数の終わりである。99になって長寿を祝うときには、白寿の祝いというが、99王は王の極で普通の王ではない。江口鬼三郎、玉鏡、スメラと王より。行動大元と名乗ったのは、それゆえである。これにより、99のエホバ、ユダヤは白であり、ユダヤの王はスメラということになり、ユダヤの王の道、ユダヤの道は行動ということである。99は、くく、くくりの意味でもあるから、行動大元は、くぶくりの道、ユダヤの道、大元ということである。出口鬼三郎が在命中に公にできなかった、あるいは特定の時期まで伏せておくべきだとされた秘義や予言的な計画を裏心経と呼びます。この裏心経を託された重要人物の一人が泉田瑞賢とされています。泉田瑞賢氏著書神風にはこのようなことが記されている。ご信号について、人体の祖神、元の元の親神その霊魂を生み出したまうところの神。この神を陰の陰神という、今神が申した大元霊と呼ぶ神である。この大元霊と呼ぶ神から根の神、要の神、元の神すなわち土地の神。天の神が権限したまうこの土地の神、天の神が天地の元祖の狼。すなわち天地の祖神と申し上げる。この神羅万象の元の神、根の神。この元の神、根の神を生み出したまう神が陰の陰神である。この陰と陽との神を合わせて雨土のみお休め狼と申し上げる。陰に陰陽あり、陽に陰陽あり、陰の陰を雨土み親狼となす。陽の陽これこの地上に現れ出でし人。この陽の陰、すなわち指導の神。守護の神、精霊、あまたがみ集います800万の神々。これ人の陰神に増します。これが陽の陰、人は陽の陽すなわち800万の神の具現である。この陰と陽との神を合わせて、雨つものみお休め狼という陰の陰を雨つもみおや狼となす。この二神の違いは、すめという字が陰と陽の神には入っている。陽に陽は、人、すなわち陰、精神、不可視から陽、物質、可視への加工的展開も直接的に起こるのではなく、精霊や守護霊、あるいは八百万の神
のような存在を通して具体化される。これらは単に上昇、回帰を導く存在にとどまらず、同時に生成、権限を担う働きも有している。したがって、陽の陰とは、上昇の導き手であると同時に、下降の媒介者でもあるという、双方向的機能を持つ中間霊である。この理解に立てば、この二つ、すなわち、陰から陽へと向かう生成の原理と、陽から陰へと回帰させる媒介の原理が結合した中心原理が、雨土の実、お休め、狼である。故に、雨土の実を休め、狼とは、これらの働きを統合する中心であり、中間霊的作用を通じて宇宙を生成し、同時に回帰へと導く循環そのものとして把握されることになる。天皇陛下は、天、陰的原理と地、陽的現実、高天原と芦原の中津国をつなぐはしご、天の橋立の下にいるものという意味である。アロンの杖のアロンとは、50音図のアからンに至る道をアロンとなし、杖は剣、つまりアロンの剣が正式の名称。アロンの杖がアーモンドの木で作られていたと言われています。聖書で杖といえば、モーセが神から授かったとされるアロンの杖がある。これが日本に伝わって、三種の神器の草薙の剣になったと言われている。アーモンドの花は桜によく似ています。アーモンド、桜や梅は含めて、バラ科で、春になって一番先に芽吹く木です。ヘブル語、ヘブライ語で、見張る、目覚めるという動詞を、サクダやシャカッと言い、アーモンドはそれと同根で、シェケディームと言います。現代ヘブル語では、シャケドと言います。桜の全般的な花言葉は、精神の美、優美な女性、純潔です。精神美は、桜が日本の国花という位置づけから、日本国、そして日本人の品格を表すシンボルとして、美しさを託した言葉という推察があります。1912年、日本は日米友好の象徴として約3000本の桜をワシントン DC へ寄贈。現在はポトマック河畔を中心に3000本以上が咲き誇る世界的な名所です。毎年3月末から4月上旬に見頃を迎えます。春には全米桜祭りが開催され、日米交流の象徴として世界中の人々を魅了します。さらに2026年、建国250年を記念し、新たに250本が寄贈されました。ワシントン DC の中心に位置するホワイトハウス。ここはアメリカ大統領の官邸であり、国家の政策決定や外交の舞台となる中枢です。建設は1792年に始まり、1800年に第2代大統領ジョン・アダムズが初めて入居しました。しかし1814年、米英戦争によって建物は焼失。その後再建されます。一般的にはこの再建時に白く塗装されたことからホワイトハウスと呼ばれるようになったと言われていますが、これは完全な事実ではありません。実はホワイトハウスは焼失する前からすでに白い外観でした。建材に使われたアクイア砂岩を保護するため、石灰系の白い塗装が施されていたためです。つまり、再建時に白くなったから名付けられたという説は後付けに近いものなのです。さらに、ホワイトハウスという名称自体も当初から公式だったわけではありません。1901年に第26代大統領セオドア・ルーズベルトによって正式名称として採用されるまでは、エグゼクティブマンションや大統領官邸など複数の呼び名が存在していました。では、ホワイトハウスとは一体何を意味しているのでしょうか。しかし、もう一つの見方がある。白とは99を表す。
あからわへと至る道、すなわち始まりから終わりまでのつなぐ極の数字です。九九はくくりでくぶくりの道。ワシントン DC に咲く桜。それは単なる贈り物ではなく、時を刻む象徴なのかもしれない。1912年、日本からワシントン DC へ送られた約3000本の桜。この3000という数にもう一つの意味を重ねることはできないだろうか。あからわへ、始まりから終わりへと至る道。このあからわの道をたどる3000年という時間の象徴。そして2026年、アメリカ建国250年という節目にあたり、新たに250本の桜が寄贈された。250。それは一つの区切りであり、完成へ向かう節目の数。3000年の流れの中で訪れる成就の刻印。もし3000本が道そのものだとするならば、この250本はその道が一つの段階を迎えたことを告げる祝福の印なのかもしれません。こちらの動画の最後に紹介した泉田瑞賢氏著書出口聖子と一輪の仕組みの中に3000年のことが記されています。神宝とは醜の魔相をなぎ払う真剣なり桃とし、3000年の昔より準備なしたる水非経輪。滅ぶる人類の救済は、この水非なる経輪をもってなす。この桃年、3000年の昔より準備なしたる水非経輪の桃とは白、イコール99を超えた桃イコール100を意味しているのではないでしょうか。木月神事と龍宮神事に3000年のことが記されています。富士は晴れたり、世界晴れ。3000世界一度に晴れるのだぞ。世の元の一粒種の世となったぞ。松の実よとなったぞ。世界中をゆすって目覚ますぞ。3000年の昔に返すぞ。松の巻第一条。3000年の昔に返すと申してあろうがな。良い御用いたすみ玉ほど苦労さしてあるのじゃ。他から見てはわからんなれど、苦労に苦労さして、生きかり死にかり、鍛えに鍛えてあるのじゃぞ。岩の巻第二条。これまでは道はいくらもあったのじゃが、これからの道は全一筋だぞ。インチキ、マルチョンの前には通らんのだぞ。心せよと知らしてあらうがな。3000年でよ、一切りといたすのじゃぞ。岩の巻第三条。3000年地に潜り手の経輪で、悪の根まで調べてからの経輪であるから、人間どの心配せずに、マルチョンの申すよう素直にいたしてくだされよ。日の出の巻第20条。先出し時の楽しさも、人世の様を抱けても、巫女の姿そのままに、すくすく育ちゆく末の、偽り勝り騙し討ち、生涯なんぞあはれなる。果てにいたらば自ら、悪を進むにあらざれど、この写し世の霊視の身の、三女の姫のたどりゆく、地上完成に身を尽くす、見業は比ぶるものもなし、地上に集め3000年、玉極か、龍宮神事。